大逆転で全国民10万円給付のシナリオについてお話しさせていただきたいと思います。岸田解散で逆転、全国民10万円給付と消費税減税実現かということについて、給付金の最新の情報をお話したいと思います。で、今日この動画をご覧になっていただいている方は個人の方でご覧になっていただいている方が多いと思います。で、給付金の新しい情報が出たらすぐに知りたい、あるいは給付金の申請が始まったらすぐに申請したい、あるいはできるだけ早く給付されたい、確実に給付されたいと思っていらっしゃる方がご覧になっていただいていると思います。給付金の新しい情報が出ましたらすぐに動画でお話しさせていただいてますので、新しい情報が出たらすぐに知りたいという方はぜひチャンネル登録をしていただければというふうに思います。それでは早速いきたいと思います。まず全国民10万円給付というと、特別定額給付金というのが記憶に新しいということです。といっても、2020年なんでもう4年ぐらい前ですね。コロナ禍にあった全国民に1人10万円を給付するといったような給付金でしたということですね。で、この特別定額給付金は実は国民の声を汲み取って給付が決定したといったような給付金でした。一度、1世帯あたり30万円給付するという案で閣議決定したんですけれども、国民がですね、1人10万円給付やってくださいということを、世論調査で、たくさんの人が、アンケートを答えたと。で、その結果をもってして公明党が、1人10万円給付やりましょうよということで自民党に提案をして、その自民党はその声を聞いて閣議決定を組み替えて1人10万円で決定したという、そういう経緯があります。そういうような形で特別定額給付金というのは国民の声を汲み取って決定していったというような経緯があります。さあ、今の国民の声というのはどのようになっているんでしょうかと。コロナ禍よりも生活が苦しいといったような現状があります。生活費の負担が苦しいということですね。物価が上がっているのに給料は上がっていないといったような状況にあります。物価が上がっていくっていうのはそんなに悪いことはないと思うんですけど、デフレを脱却して、少しインフレになっていくということなのでそんなに悪いことはないんですけれども、ただ給料も上がってないという状況なので非常に苦しいと。物の値段が上がって給料は上がらないので非常に苦しくなってくると。国民生活の下支えが必要な状況になってますということですね。給料上がっているというふうに新聞で言われたりします。ベア 5% ということで大企業とかは少しベースアップしているということも伺えるんですが、我々一般的な国民の勤める、大半が勤めているですね、中小企業というのはほとんど給料が上がってないというのが現状です。そういった生活が苦しいといったような現状、あるいは裏金問題ですね、そういったこともあってとんでもない低支持率になっているということがあります。じゃあこの国民の声を聞き入れてじゃあ実現していくかというと、そういうわけでもなくて、実は自民党、特にこの岸田首相はですね、コロナ禍のような国難事態にないと、1人10万円給付といったような給付金を行えませんというふうに断言してますと。ただ国民としてはコロナ禍よりも苦しいですよといったような現状があります。さあ、そういった声を汲み取って10万円給付というのを政策にしてくれている、そういうような政党はあるんでしょうかと。ありますと。10万円給付を政策にしている党というのは国民民主党、あるいはれいわ新選組というのがあります。国民民主党はインフレ手当として10万円、あるいはれいわ新選組というのは、春夏秋冬四半期に1回ずつですね、10万円給付するということを政策にしています。ただし、野党であるといったようなことですね。野党の政策であるとなかなか実現しにくいというものがあります。この国民の声を汲み取って給付決定した特別定額給付金も、公明党が自民党に提案したと。いわゆる与党が与党に提案したという形で、実現に近いところにあったということがあります。さあ、じゃあこのまま野党の政策なのでなかなか10万円は給付決定しないのかということも想像できるんですが、この逆転のシナリオがあります。それは岸田首相が解散をすることで逆転で逆に実現が近づいてくるといったようなシナリオです。それについて説明します。岸田内閣の支持率というのは先ほど言ったように非常に低いといったような状況にあります。岸田首相は首相で居続けたいと思うのであるとするならば、実は衆議院解散をしなければならないといったような状態にあります。それはこの低支持率が理由です。この低支持率のままだと、実は今年の9月に自民党総裁の任期が来ます。その自民党総裁としてその翌年、来年の10月にあるこの衆議院の
その任期満了を迎えたいと思っている自民党の議員はほとんどいないと思います。なぜかというと、岸田首相をもしこの自民党の総裁として再選させて、この衆議院の選挙を迎えるということになれば、自民党の顔を岸田首相で迎えることになるので、なかなかもしかしたら支持率が上がらずですね、自分も議席を失ってしまうというふうに思うからですね。なのでこの自民党総裁に再選するということがなくなってしまうということであれば、結局岸田首相もここで首相ではいられなくなるといったような形になります。なので今年の9月までにですね、この自民党総裁選を迎えるまでに国民の支持を少し上げてですね、そしてその今年の6月までにあるこの通常国会の中で衆議院解散というものを行って、議席は減らすかもしれませんが、過半数を確保して与党として自民党を継続させるという結果をもってして国民の信を得たので、自民党の総裁として再選させてくださいよというふうなシナリオを描いています。さあ実際はどのようになっているんでしょうかというところですね。岸田首相としてはこの6月から始まる減税4万円というところですねに加えて、この通常国会の中で政治資金規正法の改正を行って少しでも国民の支持を上げて、そして解散かというものを目論んでいますと。ただ最新の支持率ですね、 JNN、 これはTBS 系の世論調査の会社によると、支持率 22%、 支持率 74% と、過去最低を更新したといったような状況になっています。いよいよこういった減税を行ったりとか、あるいは政治資金規正法の改正を行ったところで、なかなかちょっと岸田首相の支持率回復っていうのは難しいんじゃないかというところが見えてきます。そのような状態では、このタイミングでですね解散を行っても当然自民党が過半数を確保して与党でいられるっていう、そういうシナリオはなかなか見えてきませんという状態になっています。そうなるといよいよ岸田首相を諦めたかというふうな形になってきますが、ここで最近言われているのは、この4月に衆議院を解散するといったようなシナリオです。なんでこんなに支持率低いのに解散するのということも一般的には予想できるんですけども、実はこの逆の野党がまたこの衆議院の解散に対しての準備が整っていないということがあります。よく入ってくるニュースは、与党もそうなんですけども、野党に関しては特にですね政策の統一ができていなくて、なかなか野党の間でいろいろと意見も違うと。でそういった状況になるとどうなるかというと、統一の候補を立てられずに、衆議院は小選挙区なんで、自民党がそれぞれの選挙区で、自民党もダメだけれどもその代わりに選ぶ党もないと、その代わりになる野党もないということで、結果的に自民党が支持率は低いけれども対抗馬も立てられずに、統一候補ですね立てられずに、結局自民党がその野党よりも有利な状況で選挙を迎えてしまうといったような可能性もありますと。それを見越して自民党が実はこの春4月にですね解散を打ってくるというふうにも最近よく言われています。ただですね、国民も今回はさすがに怒っているというような現状があります。自民党はもしかしたら国民がいくら支持率低くても結局選挙行かないでしょというふうに高をくくっている節があります。ただ今回はさすがに国民も怒っていると、生活が苦しいといったような現状に加えて裏金問題ということもあるので、ここで野党の準備が整っていないからということでと岸田首相が解散をすることで、結果この自民党が大敗して過半数割れになってしまうということになる可能性も非常に高くなっているというふうなことが予想されますと。でそうなると自民党は大敗して過半数割れになったとしてですね、ただ、もしかしたら自民党が第一党、つまりいろいろある政党の中で一番多く議席を獲得する可能性ぐらいまではもしかしたらまだあるので、そうすると自民党が指揮を取ってですね連立政権ということも考えられます。昔にあった村山政権とかそういうことですね。連立で自民党もその中に入って政権を維持するということですね。でその場合自民党大敗してますと。
大きく議席を減らしているにもかかわらず、その自民党の総裁を首相として推すということはもしかしたらできないので、そうなった場合、一緒に連立を組んだ政党の中で、少しでも国民の支持を受けた、議席を大きく伸ばしたような党がもしかしたら首相として推されて、連立政権として首相になるという可能性も考えられます。村山政権の時は特にそうでした。で、そうなると、国民民主あたりがですね、もしかしたら連立政権で自民党と一緒に政権を組む可能性があります。国民民主党っていうのは最近では特にその与党自民党にですね近いような政策も出したりとかして、一緒にやりましょうよというようなスタンスで、国会でも議論したりとかしていますというところがあるので、もしかしたらこの連立政権となれば国民民主党も一緒にその政権の中に入る可能性があります。そうなると国民民主党の玉木代表が代表として首相として推されてですね、この連立政権の首相になるといったようなシナリオも考えられます。さあ皆さんピンときたと思います。この国民民主党の政策、先ほどお話したように10万円給付を政策にしている党です。で、さらにこのインフレ手当10万円給付、国民1人当たり10万円給付に加えてですね、消費税の減税というものも政策にしている党であるというところですね。国民民主党は昨年の11月の頭に、参議院にですね、この消費税減税法案というのも提案していますと。この国民民主党の政策としては、この柱としてですね、国民1人当たり10万円給付というのに加えて消費税減税というものも政策にしています。さあ、ちょっとここで整理したいと思います。消費税減税が望まれている理由というところですね。給付金に関する動画、たくさん上げさせていただいているんですけれども、それで、コメントとかもたくさんいただいてます。で、その中で、この給付金10万円もいいんですけれども、消費税減税もぜひやってくださいというふうなご要望をたくさんいただいてます。で、それはなんでなのかということで、たくさんいただいているコメントを整理して並べたところ、大体この4つが皆様考えているところだというところですね。消費税減税が望まれる理由として1つ目は、消費税の負担が大きいということですね。毎年毎年何かを消費するたびにですね 10% かかってくると。仮にじゃあ100万円分年間で買ったらそれだけで10万円ですね。それが毎年毎年その負担が続いていくという形なので、とにかく負担が大きいということですね。で、さらに消費税減税がもしされた場合、その逆ですね、経済的影響の持続というところも、理由として皆さんコメントされています。例えばこの10万円給付というのは、一時的に10万円が給付されるといったような経済的影響にとどまるのに対してですね、この消費税減税というのは、ずっと続くということですね。先ほど言ったように、じゃあ仮にその100万円消費した時に 10% かかる負担がもしなくなるということであれば、その10万円かからなくなるという経済的影響がずっと持続、毎年毎年持続していくというふうな形になるので、消費税減税が非常に経済的に効果が持続しますよ、大きいですよということですね。はい、この一番の逆ということが言えますね。で、それから3つ目、消費の刺激にもなっていいと。特に今日本は不景気と言っても問題ないと思います。それは国民の生活がとにかく苦しいというところにあって、なかなか消費が進まないということがあります。当然ですね、生活費の負担が苦しいので消費が進まないというところがあります。過去最高益を出してますというふうな企業もあったりとかします。それはあくまで国外で売り上げが上がっていたりとか、円安の影響でその利益が出ているというふうになっていますが、ただ国民の実感、国民の生活というのは物価が上がって給料上がってないんで、実際は不景気ということは言えると思います。そういった状態でもし消費税がなくなると、あるいは消費税が減税される、少し割合が減る 10% が 5% に減るということがあっても、当然その消費にかかるその税金というのがなくなるので、消費の刺激になるというところがあると思います。それから税負担の公平性っていうものを言われている方も結構いらっしゃいます。収入が多い人少ない人に限らず、何か同じ金額のものを買おうと思った時に一様に税金がかかるということで、それは税負担の公平性に欠けるんじゃないかと。収入が多い人には多く負担をしてもらって、収入が少ない人には税金のかかる割合は少なくしようということが公平だというふうな意見もありますということですね。そういった理由で消費税減税が望まれていると、皆様のコメントでもそういったことがたくさんいただいてますと。
いうことですね。さあ、じゃあもしこの国民民主党の玉木代表が首相になった場合にですね、この実際にその政策として国会でこのような10万円給付あるいは消費税減税本当にちゃんと押していくのかということで気になったので国民民主党に聞いてみましたというところですね。先週、国民民主党の本部に連絡をして確認をしましたと。もちろん玉木代表本人ではなかったんですけども、その国民民主党の本部の方に質問させていただきました。すごい分かりやすく言うと、もし首相になった場合、首相になるっていうシナリオもちょっと予想できるんですよねというお話をして、でその場合にその首相になったからってこれ引っ込めるインフレ手当、給付10万円あるいは消費税減税引っ込めるってことじゃなくて、ちゃんと首相としてそれを押していきますよねと、ちゃんとそれやっていく方向に向けて努力しますかっていうことでご質問しましたら、もし衆議院選挙がありましたら、それに向けてブラッシュアップしていくと。これはいわゆる政策ですね。この政策をブラッシュアップしていくっていうことはあるかもしれませんが、この柱の政策10万円給付消費税減税ですねはブレる可能性は低いと思うといったようなお話でしたと。なるほどということであれば、もしかしたらこの玉木代表が首相になった場合、この10万円給付消費税減税をきちんと首相として押していって給付に向かっていくというふうな可能性も高そうだなというふうなことが分かりましたということですね。で、岸田首相がこの4月に衆議院を解散するというふうに思われている理由は、先ほど言ったように野党の準備が進んでいないと、自民党の支持率がめちゃくちゃ低くてもその対抗馬になるその統一候補を立てられなかったりと、つまり野党の準備が進んでいないということが理由としてありますよということに加えて、岸田首相としても春にこの4月に解散をするっていうことは首相で居続けるための最後のチャンスとでも過言ではないと思います。当然この9月の自民党総裁選を迎えたんでは再選するってことはまずありえないというところもあります。なのでその前にできたら解散をして少しでも可能性、衆議院解散にかけたいというところがあります。でさらにこの4月の28日には衆議院の補欠選挙っていうのが、このままでいくと、あるというふうな形になります。でそうなるとこの東京15区というところから、小池都知事が国政に復帰すると、電撃で出馬するんじゃないかなということも言われていて、そうなるとですね、当然その東京15区で、小池知事今小池都知事ですけれども、小池さんが、国政に復帰というふうな形になって、そうなると日本初の女性のですねその総理大臣を目指すということで、この自民党総裁選にこの岸田首相の対抗馬としてさらに手強い小池都知事が来るという可能性、そういうストーリーも考えられますと。小池知事はおそらく今もうそんな東京15区に出ます国政に復帰しますなんてことはありませんよっていうことを多分おっしゃってると思いますが、可能性としてはあり得るということですね。そうなった場合、あるいは他にも上川外務大臣だったとか、あるいは石破さんとか小石河連合が推すような候補だったりとか、麻生さんが推すような候補ですね、そういうような強敵もいるので、ここまでにもし衆議院を解散と、春までに衆議院解散という形をもし岸田首相が取らなければ、もう再選はなかなか難しいというふうなシナリオも予想されるので、そうなると岸田首相としてはやはりこの4月に解散をしなければならないというところがあります。そしてその結果、やはり自民党が大敗して大逆転で全国民10万円給付という形とか、あるいは消費税減税というものがここの国民民主党その玉木代表によって首相になればそれを実現していくように動いていくといったようなストーリーになりますということですね。はい、給付金に関する情報というのは、先ほど最初に言ったように、新しい情報が出たらすぐに動画でお話しさせていただいてますと。で、新しい情報が出たらすぐに知りたいという方はぜひチャンネル登録していただければと思います。で、先ほども言ったように、このたくさん、いろんなこの給付金に関する動画にアップに関してはですね、皆様いろんな意見をいただいてます。で、先ほど言ったように、消費税減税の方が給付金よりもやった方がいいというふうに思ってますよっていうふうな意見もたくさんいただいてますし、この給付金に関する
意見、賛成とか反対とかいう意見もたくさんいただいてます。で、ぜひその国民の声をたくさん上げていって、この特別定額給付金が実現した、経緯のようにですね、国民の声をたくさん上げていって、それを汲み取って実現していくというふうな形にもぜひしたいというふうに思ってますので、コメントで、賛成反対の一言だけでも結構ですし、先ほど言ったように消費税に関して、あるいはこの給付金10万円に関してのご意見でも構いませんので、ぜひ一言でもいいので、意見をいただければというふうに思っております。最後までご覧になっていただきましてありがとうございました。